はい、久しぶりのプロダクトレビューってやつですね。はい、今日はこれです。ハンドルバーバッグ結構みんなしてると思うんですけども、決定版と言ってもいいんじゃないかなと思うぐらいですね、かなりよくできてるので紹介させていただきます。じゃあ早速やっていきますね。ちょっとね、顔が消えます。アイテムにフォーカスさせていきます。これがですね、最近僕が超気に入ってる、本当に気に入ってます、はい、ルートワークスというですねバッグになります。もう見ての通りですね、ハンドル周りがめちゃくちゃすっきりするハンドルバーバッグですね。今和風なサイクルコンピューターつけてますけども、当然ガーミンとかいけますし、僕の使っているピークデザインのねマウントもですねそのうち出るということでですね、非常に楽しみではあるんですけども、今まではですねハンドルバーバッグとサイコンって結構干渉しちゃったりとかね、見た目がスマートじゃなかったりしてたんですが、その辺が解決された。これだけでももうね最高と、買ってもいいんじゃないかなと思っちゃうぐらいですね。でこっち側にはですねライトをつけてますが、オプションでですねこのライトマウントとか他の何かしらを巻きつけるためのマウントがついていて、僕はここにライトをつけてみます。すごいでしょ。反対側にも追加することができるので、ライト2個つけてね、ちょっとねブルベとかロングライドする人用にもいいんじゃないかなと言えるような感じになってます。外観はですね、今言ったこの上の方がプラスチックの蓋になってます。非常に頑丈な蓋になっていて、こうねゴムが2本ついてます。ここに何かちょっとね、ピチッと挟むこともできます。サイコンを使っていなければレインジャケットとかこうベチャンとバチッとねつけることも全然できるんじゃないかなと思いますけども、まあ正直これは僕あんま使ってないですね。はい、おまけ程度だと思ってもらっていいと思います。まあ、例えばですけど、こういったねお菓子をちょっとこう挟むとかね、こういったスナック系を挟むにはまあいいんじゃないかなとは思いますけども、はい、こんな感じで結構ね遊び心があっていいなと思います。そしてですね、ちょっと見づらいんですが、横ですね、サイドにもですね実はポケットがついてます。はい、こんな感じで下のゴムをですね、ゴムで引っかかってるような仕組みになってるんですが、両サイドにもちょっとしたポケットがついてます。これもですね、小さな先ほどのハリボーとかちっちゃい何か、小物が入るような感じですね。そうだな、こうキーケースとかはちょっとさすがにきついかなといった感じで、本当に入れられるものは限られてるんですが、まあとてもいいんじゃないかなと思ってます。当然ですね、反対側にも同じポケットはついております。いいでしょう、これめちゃくちゃ良くない？僕相当気に入っちゃってるんですよね、これね。気になる中身どうなってるか見ていきましょう。箱の中身ね、中はこんな感じになってます。非常によくできてますけども、中を全体見ましょう。はい、でかいスペースが1つと、中ぐらいのスペース、そして小さなスペースが2つといった感じですね。で両サイドには特に何もないですね。でこのでかいスペースはですね、 iPhone 13 Pro Max、iPhone 14 Pro Max がケース付きですっぽり入るぐらいの大きさですね。結構容量としてはねいい感じですね。でこのちっちゃなポケットはですね、そんなにゴリゴリと物は入らないと思いますが、もうこういったスナックを入れるのもよしですし、キーケースもギリ入るかなといった感じですね。僕のキーケースかなり詰まってるんですけども、そんなキーケースも一応ねいける作りにはなってます。でですね、ここ上のね部分ですね、ここにもですね実は何かポケットがあって、こうジップでね開くような感じになってます。しっかりとゴムでこう固定されているので、結構ね引っ張ってもですねちゃんとこうしっかりと開けられるような構造になってます。この中にちょっと小銭とか入れてもいいかもしれませんね。ということで収納が結構あるという感じですね。でですね、ちょっと試しにちょっといろいろ入れてみましょうかね。そしたらこの財布とかキーケースとか、こういったハリボーのちっちゃい袋とかも4つもりもり入っちゃいますよと。あとこの辺はねパンク修理キットとか工具とかもろもろ入ってるやつですね、チューブとかが入っているものもいけちゃいますと。でポンプもいけちゃいますと。結構ね入ります。でここにまだスペースがあるんで、詰めようと思えば、例えばですけどこういうグローブちょっとね熱くなってきたから脱いじゃおうみたいな、そういった時にベッと詰め込んだりとか、結構ね雑に入れることができますね。
気になる人はねパチンと止めてもいいと思います。こんな感じでね、こんな感じ、結構良くないですかね。いいっすよね。はい、こんな感じでね収納力もねちょっと見てもらったと思いますが、これですね防御力はどうかというと、上からの防御力めちゃくちゃ強いです。下からはねそんなにかな。一応そこにちょっとした板はついてるんですけども、別にクッションとかはついてないので、カメラをね持ち運ぶ際はちょっとね気使う人もいるかもしれないです。僕はね今のところ一回も壊れてないし落ちることもないです。はい、なぜこれ絶対落ちないかというと、これ、はい、こんな感じでですね、よいしょ、こういう風に取れます。後ろにここねハンドルにこういったマウントをつけております。はい、結構ねちっちゃくてそんな目立たないマウントなんですけども、ここで挟み込んで、固定する仕組みになってます。こんな感じでもうバッチバチでついてます。これでねハードなグラベルも行きましたけども全然問題ないですね。完璧に食いついてくれるとか絶対に落ちないような感じでした。僕はねグレーを購入したんですけどゴムがついていて、縛り具合をちょっとね、調整はできるといった感じでございます。でですね、人によってはですね、いや今日はハンドルバックパックいらねえよなという人もいると思います。はい、安心してください。これこう外すじゃないですか。こういったですねいわゆるサイコンと、ライトがつけられるマウントもですねあるんですよ。これいいよね。ちょっと今ライトついてないんですけども、はい、なので今日はちょっと普通にライドするだけなんですって時はワンタッチでもう付け替えができますよという感じなんですよ。これやばいよね。いいよね。はい、当然ねめちゃくちゃ軽いカーボンのマウントよりは重くなっちゃうんですよ。これもそうですしついてるから。でも利便性っていう面では非常にいいかなと。でね、見ると分かると思いますが、後ろにですねグラベルロードもね実は同じマウントをつけてます。こっちと同じやつをね、はい同じのをつけてますので、好きなようにこうね付け替えることができるっちゅうわけですな。今日はこっち今日はこっちっていうのをいちいちこう紐でガチャガチャこうやんなくてもですね、ワンタッチでこう切り替えることができるのがすごく個人的にすごい楽だな、いいなと思ってですね、ちょうど今最近すごく気に入って使っています。でこのバイクで結構ねハードなグラベルガンガン行きましたけども全然全く影響がなかったんで、多分ね、どんな環境でも少なくともロードの環境だったら間違いなく大丈夫だと思います。はい、ちょろっとしたグラベルだったらもう全く問題ないですね。ダウンヒルだとどうだろう分からんけど、これでこういうのでダウンヒルする人あんまりいないと思うんで、はい、ちょっとその辺は未検証ですが、基本的にはすごくいいなと思ってます。でね防水性能に関してもね、台風の中これで走りました。はい、けども、で一眼をねこの中に入れてたんですよ。一眼をこの中に入れてね避難させてたんですけども、上がねプラスチックのだけあって上からの雨はほぼバッチリ問題ないですね。跳ね上がりの方ですね、下からね水がビヨーってくるんで、でも中は全然無事でした。超大雨だったんですけども全然大丈夫でしたね。中は一応2層構造にはなってるので多少ね防水性能はあると思うんですけども、完全防水ではないので、水ポチャはまずいけど、ポチャンはまずいけど雨程度だったら多分ね大丈夫そうですね。そしてですね個人的にもう一個気に入ってるところがですねこれなんですよ。これですね、僕がメインで使ってるこのカメラ、α7S3 に、ソニーの GM の24から70のねこの組み合わせがね気に入ってるんですけども、この構成がそのまますっぽりここに入ります。はい、なんでカメラ好きのねサイクリスト非常におすすめでございます。めちゃくちゃいいです。じゃあちょっと試しに入れてきます。これねちょっと突っかかっちゃうんだけど微妙にうまく入れるとですねミラクルシンデレラフィットしてくれます。コツはね真ん中から入れることですね。で横にすると、こんな感じすごくないですか。めちゃくちゃミラクルフィットする。もう全然動かん、完璧にフィットするんですよね。もうカメラバッグとしても大変優秀ですよという感じでございます。はい、僕は結構しょっちゅう旅ライドしてるので、やっぱりいちいちこう荷物を外してこうよいしょとまとめてホテルにチェックインするとか結構大変なんですけども、あとこうサイコン店入った時にさやっぱ外すじゃん、みんな心配だもんね。当たり前ですけどもこれはすごいよくできてるんですよ。これです。じゃんじゃじゃーん、肩紐がついてるんですね。
はい、こう紐がついてるんですよ。なので紐を出して閉じるじゃないですか。そしたらですね、あとはこの先ほどこうワンタッチで開けられるっつったけど、開けるじゃないですか。でそのままね肩にかけてこうまあいけるわけなんですよ、こんな感じでね。だから即席カメラバッグ兼即席ハンドルバーバッグがこう肩掛けにもできちゃうよと。これはなかなかねいいんじゃないかなと。もちろんねこう斜め掛けしてもいいと思いますけども、見た目云々は一旦置いといて、これはいいよね。再婚も守れて、貴重品とか入れてたらさ、この中からもこれごと持ってさ、こうレストランとかさ入ることができるっていうのはすごくなんかいいんだよね、楽ちんで。でそのままピッと、よっしゃお腹いっぱいだね、美味しかったねっつってパチンっつって、で紐はなんかこの中ぐらいのこの仕切りの方にピピピッと入れてパチンみたいな、よっしゃ出発しようみたいな、この流れやばくない？ということで、今回はこれです。ルートワークス紹介しました。インスタとかでねいっぱい DM もらってなかなか紹介できずごめんなさい、お待たせしました。結構マジでいいなと思いました。いいところはやっぱりサイクルコンピューターライト、まあね人によってはベルとかもあると思いますけども、その辺を全部1個に集約できるっていうのが一つで、もう一つがですね、仕切りの多さとか、この上がプラスチックです、とてもこう使い勝手がいいとか、そういった機能面かなり良いですね。基本的にかなり個人的には満足です。でカメラね、一眼すっぽり入るのマジでいいよ。めちゃくちゃおすすめですよ。弱点を言うならやっぱ重量がやっぱちょっとありますよね。普通のハンドルバーバッグと比べて全然重量があると思います。総重量はそこそこな重量にはなっちゃう。あと値段がね3万ぐらいするんですよ、このバッグが。なのでハンドルバーバッグとしてはちょっと高いかなと思いますけども、長く使うんであればいいんじゃないかなと思ってます。肩掛けの紐もついてるから使い勝手もいいですし、値段はちょっとあれだけど物としては最高っていうようなものですね。カラーはねグレー、そしてブラック、オリーブとね3色展開になってました。で紐はね俺青やだなと最初思ってたんですけども、ドマーレだったらね青は似合うけど、この辺の紐はさ100均のゴムとかでこう黒にね変えることもできるんで、ちょっとこのカラフルなこのゴムの色が嫌な人は自分でちょっとねカスタムしてもらえばいいんじゃないかなと思います。そんな感じですかね。これ以上に便利なバッグはなかなか僕は見たことがないので、ちょっと共有させていただきました。もしもねいいじゃんと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。下の概要欄にもね、リンク貼っておきますので、売り切れてたらごめんなさいなんですけども、チェックしてみてください。